丁3丁。たった1レース3分に満たない競争時間に対して動く金額だと思うと、改めて見るとすごいですね。ひじめきばかりの超競馬チャンネル。突然なんですけど、皆さんは日本の公営ギャンブルってご存知ですか？世間一般の人が考えるギャンブルのイメージって、マイナスイメージを持っている人が少なからずいらっしゃると思います。本日はそんなイメージを少しだけ変えてみたいと思います。皆様はじめまして。競馬をこよなく愛する V 戦士、ひずめきばかりと申します。早速ですが、いきなりクイズです。ここまでマイナスイメージを持って聞いた方、宝くじはギャンブルに入ると思いますか？普段ギャンブルしない人でも宝くじは並んで買ってそうなイメージですよね。実は知らない人もいるかもしれませんが、宝くじは国が認める公営ギャンブルの一種です。少し深掘りしてみましょう。はい、皆さんは知っていますか？公営ギャンブルということで、ちょっと調べてみたんですけど、2024年の宝くじの売り上げは約7600億円程度だと言われています。2025年も2024年の売り上げから横ばい、もしくは前年割れで推移しているみたいで、例年ここはあまり売り上げは変わらないみたいですね。親が買ってるから自分もお小遣いで買ってみたなんてね、一番初めのギャンブルが宝くじなんて人も多いんじゃないでしょうか。まあ宝くじはね、年齢制限もないし、窓口のお姉さんに1枚くださいって言えばもらえるので手を出しやすいですよね。そんな誰でも買える超有名な宝くじでも、公営ギャンブル四天王の中では最弱。そう、公営ギャンブルの三強は競輪、競艇、競馬。ここがもうつよつよです。いきなり公営ギャンブル2025年売上ランキング。競輪の売上は1兆5487億8116万3200円。やばすぎ、すごすぎ。そして競艇の売上は2兆6658億3216万4300円。口が回りません。この時点で金額が想像を超えててパニックになりそうですが、四天王の中でもキングオブトップはそうです、競馬事業なんですね。競馬は公営ギャンブルの中でも群を抜いた売り上げを記録しています。2025年中央競馬の売り上げは3兆5178億4445万3200円。3兆。この3兆円超えは5年連続らしいです。これで地方競馬の売り上げが入っていないのですっごい額ですよね。確かにギャンブルや競馬に興味がない人でも有馬記念は聞いたことありますよね。その2025年有馬記念での売り上げは713億4520万6100円。1日でですよ。テレビドラマザ・ロイヤルファミリー効果もあって過去8番目の売り上げだったみたいですね。700億円という大金がたった1レース3分に満たない競争時間に対して動く金額だと思うと、改めて見るとすごいですね。どうして競馬事業は時を超え世代を超えここまで人気があるのか。そう、私ひずめきばかりも何を隠そう、もともとはあらゆるギャンブルをたしなんできたギャンカスでした。だった私がなぜ競走馬に沼ったのか。競馬、もとい競走馬をこよなく愛するものとして、レースや競走馬の魅力に独自にフォーカスした動画を今後投稿していく予定です。予想しないのかって？わかります。動画にするには中途半端な数字なんですよね。負けるならもっと大負けせい、勝つなら 200% 超えろって話で、なんかもう一番恥ずかしい
予想している方のように毎回大金使ってかけているわけではないんですけど、馬を応援する馬券は買っているって感じですね。あとは紙馬券買う時には結構ガツッと買っているので、ネット投票はまずまずですけど、掛け金はもうちょっと金額が上がってるって感じです。ぜひみんなの回収率もコメント欄で教えてください。みんなも似た感じだよね。中途半端な回収率のばかりですが、負けてても馬への愛は変わらないんだということで、皆様改めまして、競馬をこよなく愛する V 戦士水根きばかりと申します。お馬様の力を借りて競馬の魅力をお伝えすべく V 戦士に姿を変えてやってまいりました。このチャンネルでは先ほど見ていただいた通り、競馬の予想をメインとしておりません。レース以外でのお馬さん情報や競馬の雑学、基本知識などを動画にまとめてお届けする予定です。まだまだ若輩者ですが、この活動を通して今よりもさらに知識を深めていこうと思います。少しでも興味を持ってこの活動を応援したいと思ってくださったあなた、チャンネル登録、高評価を押してもう一本動画を見てくれると嬉しいです。一緒に馬をめでていきましょう。それではまた次のレースでお会いしましょう。おつぱかでした。